こんにちは、ミッキーです。今回は2023年最新レポート渋谷カフェ8選でございます。かつて若者の街として栄えた渋谷。令和になってもはや若者の街とは呼ばれなくなってきており、今や新大久保を中心とした新宿エリアや原宿、表参道エリアが若者エリアとして認知されています。では渋谷は単に人が離れてしまっているのかというと、そういうわけではなく、再開発とともに30代、40代の働き盛りや外国人を中心に少し余裕のある大人の街になってきています。今回の動画をぜひ参考にしていただいて、そんな渋谷の街のイメージもアップデートし、充実した渋谷ライフの参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2022年4月にオールデイプレイス渋谷という都市型コミュニティホテルの開業に合わせて誕生した注目カフェでございます。緑色のタイルを基調とした店構えでございまして、ところどころに使われている木材も店内を彩っています。こんな海外風の雰囲気がとても特徴的でございまして、実際に外国人観光客の方々が訪れている様子もとても印象的でございました。店内には現代的なアートや花も飾られていたり、テーブルや椅子にもこだわりが詰まっていますので、お好みの場所を探しつつ映える空間での一枚も収めてみてほしいです。まさに緑色のタイルと木材のコントラストが自然の中にいるかのように感じられる色合いでございますので、開放的な時間を過ごすことができるのも特徴的でございます。コーヒー好きの間でも熱狂的なファンが多いオニバスコーヒーの系列店でございまして、店名でありますアバウトライフコーヒーブリュワーズとしましては、スタンド形式で運営されています道玄坂の店舗に続く2店舗目のお店になっています。そちらのスタンドのお店は以前に渋谷編の第1弾でご紹介していますので、気になる方はそちらもチェックしてほしいです。そしてオニバスコーヒー自体2022年に10周年を迎えまして、その記念すべき年を彩るべく誕生したとも言えそうです。オニバスコーヒーさんに関しましても過去に中目黒の動画とか奥さんの動画でご紹介してますので、そちらも確認してほしいなと思います。またオールデイプレイス渋谷というホテルに併設する形でオープンしたこちらの店舗には、デンマークのクラフトビールブルワリーでありますミッケラー東京さんも同居していますので、コーヒーはもちろんのこと、クラフトビールを楽しむのにもとてもお勧めできる店舗になっています。さてこちらアバウトライフコーヒーブリュワーズさんの特徴とも言えますのは、オニバスコーヒー以外のマイクロロースターから仕入れた豆も取り扱っているということでございまして、この日は滋賀の松原コーヒーさんと大阪の青間コーヒーさんの豆が提供されていました。またコーヒー以外にもこういった焼き菓子もとてもおすすめでございますし、コーヒーのパッケージもとてもおしゃれになっていますので、焼き菓子とコーヒーと気に入った場合にはお土産用にテイクアウトしていただくというのもおすすめかもしれません。コーヒー豆としましては、いわゆるシングルオリジンと言われます各国の単一の農園から仕入れたとてもクリアな豆を楽しむことができますので、コーヒー好きな方はとても必見かなと思ってます。そしてこの日いただきましたのはホットサンドイッチのハム&チーズというものと、あとはアイスラテでございます。ラテに関しましてはシングルエスプレッソでいただくこともできるんですけども、ダブルにして濃いめでいただくこともできますので、コーヒー好きな方はそちらも調整していただいて、お好みの濃さでラテも楽しんでほしいです。またホットサンドイッチに関しましてはマークドというカフェのカンパーニュを使っているということでございました。続いてご紹介しますのは2020年6月にオープンしました宮下パークでございます。コロナ禍以降に訪れたことがない方はこの宮下パークもまた新しいかなと思うんですけども、こちらは全長330メートルからなります立体都市公園制度を活用して整備されました渋谷の複合商業施設でございます。レイヤード宮下パークといいます商業施設に加えてシーケンス宮下パークというホテルが合わさってこちらの宮下パークと言われていますので、とても近代的な公園になっているかなと思います。
渋谷駅を抜けまして原宿側に歩いていく道の途中にありますので、例えば渋谷で買い物をして原宿側にも訪れたいという場合に関しましては、こちらの宮下パークも少し訪れていただいて、その都会の公園の雰囲気も味わってほしいなと思ってます。ちょうどこの日は芝生を育てていましたので、今芝生入れない状態だったんですけども、別の日に訪れた際にはこの芝生も入ることができまして、公園らしさを感じることができるような空間だったかなと思ってます。そして、そんな宮下パークからご紹介していきますのは、2020年8月にオープンしました、パンとエスプレッソと待ち合わせというお店でございます。宮下パーク内にあります待ち合わせにちょうどいいパンとコーヒーのお店になっていまして、モーニングが利用できる希少なお店としてもおすすめでございます。過去にもパンとエスプレッソとさんの系列はいくつかご紹介してるんですけども、例えば自由が丘編でご紹介しているパンとエスプレッソと自由形ですとか、あとは過去の渋谷編パート2でご紹介していますなんとかプレッソさんなんかもこちらの系列でございます。あとはつい最近東京の新施設特集でご紹介しましたパンとエスプレッソと東京東京さんもおすすめな店舗でございますので、ぜひ他の店舗も訪れてほしいです。特にこちらの系列でおすすめなのはムーという小さな立方体の形をした食パンでございます。そちらの食パンを使って調理したメニューを店内でもいただくことができますので、ぜひとも検討していただいて注文してほしいです。ちなみにメニューは座席で QR コードを読み込んでスマホで注文するスタイルでございますので、今映しておりますようなメニュー表で確認していただいて、注文は QR コードからといった形で注文していただければと思います。店内の様子は卵をモチーフとした色合いでございまして、ライトは卵の体の形のようなフォルムでインテリアを楽しむこともできます。デートやお一人様はもちろんのこと、子連れの方でも楽しめるような空間になっていますので、まさにお散歩がてら待ち合わせがてらこちらのパンとエスプレッソと待ち合わせの店舗をご利用いただきたいです。またテイクアウトのパンも非常に豊富でございますので、カフェ利用はもちろんのこと、テイクアウトにもぜひ利用してほしいなと思います。こちら外から眺めている様子なんですけども、本当にたくさんのパンが並んでいますし、今回モーニングのタイミングで訪れていますので、とても種類豊富で比較的焼きたてのパンをいただくことができるというのもおすすめだったかなと思います。今映していますのが先ほど申し上げました立方体のムーでございます。他にもメロンパン、クリームパン、あんパンなどのベーシックなパンを中心にたくさんの菓子パン、調理パンが並んでいますので、ぜひ吟味していただいてお好みのパンを頼んでほしいです。また先ほどご紹介しました宮下パークの屋上の芝生エリアでテイクアウトしたパンとかコーヒーとかを楽しむこともできますので、そちらも一つの選択肢になるかなと思います。あとはパンとエスプレッソとの系列にありますテイクアウト用の紙袋もおしゃれになっていますので、テイクアウトする際にはプラス10円ぐらいかかるかと思うんですけども、そちらの紙袋もテイクアウトしていただくとより楽しめるかなと思います。で、この日はモーニングタイム8時から10時までの限定のモーニングセットをいただいていまして、ドリンク付きのお得価格でいただくことができましたので、モーニングに訪れると少しだけお得にいただけるんだという情報もインプットしていただくと効率よく回ることができそうです。で、こんな形で焼きたてのパンが陳列されていまして、写真映えもするかなと思いますので、ぜひタイミング狙っていただいてお店の方に確認していただいて写真等にも収めてほしいです。そしてこの日いただきましたのはムーのクロックマダムと待ち合わせのクロックマダムでございまして、いずれもモーニングの時間帯でしたのでドリンク付きでいただくことができました。看板メニューといっても過言ではない待ち合わせのクロックマダムは、運ばれてきた瞬間からトリュフのいい香りがする至極の一品でございます。また今映していますようなムーのクロックマダムでも同じように食べ応え抜群でございまして、トーストに乗った卵もトロトロでございますので、まさに食べ応え抜群かなと思います。特にこちらの店舗が先ほど申し上げました通り卵をモチーフにしている店舗なので、ぜひとも頼んでほしい、そんなメニューでございました。で、2人とかで訪れていただきますとこんな形で食べ比べもしていただくことができるかと思いますし、この他に待ち合わせのフレンチトーストもおすすめなメニューでございますので、そちらが気になる方はこちらの待ち合わせのクロックマダムと待ち合わせのフレンチトースト頼んでいただいてシェアするというのも個人的にはおすすめでございます。ちなみにセットのドリンクに関しましては、カフェラテやカプチーノを頼む場合にはプラス150円がかかります。ただパンとエスプレッソという名前の通り、エスプレッソドリンクとしてのカプチーノやカフェラテに関しましてはとても魅力的でございますので、ぜひとも追加料金を払って頼んでほしいなと思いました。最近こちらのパンとエスプレッソさんに関しましては3コインズでこの食器なんかも売られていましたので、気になれた方は3コインズ等でお土産としても買ってほしいです。
続いてご紹介しますのは、冒頭でご紹介しました宮下パークのホテルエリア、シーケンス宮下パークに併設されていますカフェでございます。こちらはバレーパークスタンドというカフェでございまして、宮下パークのオープンとともに常に注目を集めてきた空間でございます。今映しております通り、おしゃれさと訪れやすさを兼ね備えた空間になっています。お店の注意点としましては、完全キャッシュレスになっていますので、現金は利用不可能でございます。ただ、かえってキャッシュレス派の若者や外国人に特に人気な空間になっています。このおしゃれ空間もさることながら、注目すべきはフードやドリンクのクオリティでございます。ボリューム満点のピタサンドやオリジナルブレンドのコーヒー豆を使用したカフェラテ、話題の自家製焼き菓子など想像以上に美味しいメニューを気軽に楽しむことができます。またコーヒー以外にもアルコール類も充実していまして、オリジナルのカクテルとかクラフトビールとかも味わうことができますので、昼間のカフェタイムはもちろん、ディナーの後にバー利用としても活用いただけます。ちなみに営業時間は10時までになっていますので、カフェにしてはちょっと遅めかなとも思います。今映していますのが魅力的な焼き菓子の数々でございまして、この日は昼に訪れていますので、たくさん種類があるんですけども、時間が夜になっていくにつれて種類も減っていきますので、幅広い選択肢の中から選びたいという方に関しましては、なるべく早めに訪れていただくのがおすすめかなといったところです。ちなみに手元にはオブゴベーカーのクッキーなんかも販売されていまして、オブゴベーカーに関しましては過去に日本橋の店舗をご紹介していますので、気になる方はそちらもチェックしていただきたいです。さらにバレーパークスタンドさんおよびこちらのシーケンス宮下パークさん自体がブランドとしてもとてもおしゃれでございまして、シーケンスオリジナルのグッズとかバレーパークスタンドオリジナルのグッズも販売されていますので、旅のお土産としても買っていただけるようなそんな空間になっているかなと思いました。例えばトートバッグなんかも売られていまして、1000円ちょっとでいただくことができますので、買い物をたくさんしてバッグに困ったなという方、だけども使い捨てじゃなくて日常使いもしたいというバッグを探されている方は、こちらで買っていただくというのも一つの選択肢かなと思います。バレーパークスタンドさんのグラスに関しましては結構サイズも大きいので、家でビールを飲まれる方なんかでもおすすめできるかなと思いますし、先ほどコーヒーが美味しいと申し上げましたけども、紅茶の販売なんかもされていますので、そこも注目すべきポイントかなと思っています。まさに朝昼は開放的なカフェでありながら、夜はバーにスイッチしつつグッズも楽しめるような、そんなおすすめな空間でございます。またテイクアウトもできまして、もちろん宮下パークの屋上で楽しむこともできますので、店内が混み合っている際にはそちらも一つの選択肢になるかなと思いました。そしてこの日いただきましたのはほうじ茶のラテと抹茶ラテのアイス、そしてバスクチーズケーキでございます。バレーパークスタンドさん自体のグラスがとてもおしゃれでございますので、写真映えには抜群かなと思います。あとはバスクチーズケーキですね。ぎっしりとチーズが詰まっていまして、食べ応えも抜群でございますので、お腹が空いてスイーツタイムに楽しみたいという方には特にお勧めできるような、そんな空間かなと思っています。続いてご紹介しますのは、2020年6月にリニューアルオープンをしまして、さらに食べログカフェ100名店2022にも選ばれています渋谷ヒカリエからポール・バセットでございます。バリスタ世界チャンピオンのポール・バセットさんによるエスプレッソカフェでございまして、2020年6月にリニューアルオープンして以降、食べログ100名店2021、2022にも選出されています実力派でございます。以前に新宿の店舗をご紹介しています通り、ポール・バセットさん自体、日本国内の多数のバリスタを生み出しているレベルで有名なコーヒー店でございますので、食べログ100名店に選出されるのも必然なのかもしれません。実際に他の有名カフェを訪れた際に出身のコーヒー店を伺いますと、ポール・バセットさん出身だという方も結構多くて、まさに実力は間違いない店舗かなと思っています。こちらの店舗はヒカリエの地下2階にございまして、普段なかなか通らない場所でもありますので、穴場的に利用できるのもおすすめなポイントでございますし、さらに入り口付近のテーブル席は電源完備でございますので、そこも嬉しいポイントかなと思います。そして新宿のロースターで焙煎されましたこだわりの豆の数々はお土産用にも買っていただくことができますので、ぜひバリスタさんに相談していただいてお好みの豆を買ってほしいです。個人的にも結構好きな豆が多いので購入したりもしています。ただ最近はコーヒー豆の価格も高騰してきまして、かつては1000円しないで買えた豆も今は結構1000円前後するかなといった印象でございます。とはいえその値段を払ってでも十分に満足できるようなクオリティかなと思いますので、100g からでもいいので買ってみてほしいです。他にも焼き菓子の提供もありますので、お土産用に買っていただいてコーヒーとペアリングしてみるのもおすすめかなと思いました。そしてこちらの店舗では比較的フードメニューも充実していますし、もちろんコーヒーメニューはたくさんの飲み方から選ぶことができまして、ドリップコーヒーはもちろんエスプレッソドリンクも選ぶことができますので、ぜひお好みのコーヒーを探してみてほしいです。
そんなコーヒーの魅力を改めてご紹介しますと、豆、焙煎、バリスタに徹底的にこだわりまして、世界中から厳選されたコーヒー豆を自家焙煎している点がまず第一のおすすめでございます。そしてそれらの豆を使ったラテアートが個人的にはおすすめだと思っています。新宿店とは違って、ここ渋谷店ならではのこだわりポイントに関しましては、パンケーキのご提供。この日もパンケーキセットとして贅沢にいただくことができました。オリジナルの配合で作るパティシエ特製のスプレーパンケーキということでございまして、蒸し焼きでじっくりと仕上げたきめ細かい生地は口当たりも柔らかくとろけるような食感でございました。さらにミルクを感じる甘さ控えめの生クリームとこだわりのメープルシロップ、そしてバターもポイントでございまして、お好みの量を調整しつつパンケーキの魅力を引き出してくれます。こちらはこの日にいただきましたパンケーキプレートでございまして、サラダもついてきますし、パンケーキにベーコンも添えてくれますので、お食事パンケーキとしていただくことができる、そんな一品でございました。そしてこの日はフラットホワイトという形でラテアートを楽しませていただきました。まさに美しいラテアートを注いでいただくことができますので、ぜひ写真等にも収めてほしいと思えるような空間でございました。続いてご紹介しますのは、ステファニーカヌレ&コーヒーさんでございます。こちらは渋谷ストリームの1階にあるお店でございまして、今渋谷ストリームの様子を映しています。こちらに関しましては、2023年7月1日のオープン前にメディア向けのプレオープンでお伺いさせていただきまして、 PR という形でご紹介しております。オフィス街としても知られています渋谷ストリームの1階にありますので、例えばお土産等に買っていただくのにも今後お勧めできるような、そんな店舗かなと思います。カヌレ&コーヒーとしているんですけれども、カヌレはもちろんのこと、グラニータと呼ばれるドリンクがとてもおすすめでございますので、ぜひとも試してほしいです。世界的なコーヒーコンサルタントとして活躍しています井崎秀則さんのプロデュースするコーヒーをいただけるのがまず第一の魅力でございます。井崎さんの書籍はコーヒー好きの方々の間でも知られているかと思いますので、もしかしたらその名前を聞いたことがある方も多いかなと思います。中でも看板メニューでありますフローズンドリンクグラニータをいただけるところが唯一無二かなと言いますし、グラニータ以外にもアメリカーノをはじめとしたエスプレッソドリンクをいただくことができますので、コーヒー好きな方に関しましてはカヌレとエスプレッソドリンクをペアリングしていただくのもおすすめかなと思います。今右手に映っておりますのが先ほど申し上げた井崎さんで、左側は川村さんでございます。2人が共同代表としてこのお店をオープンされたということでございました。で、こちらカヌレ以外にもたくさんの焼き菓子が販売されるかなと思いまして、この日伺った際もフィナンシェなど見た目からもワクワクするような焼き菓子がたくさん並んでいました。せっかくなので看板メニューであります先ほど申し上げたフローズンドリンクグラニータをご紹介しようと思うんですけれども、グラニータと言いますのはイタリアのシチリア島発祥の飲み物でございまして、シチリアの夏に欠かせないドリンクだということでございます。イタリアというともしかするとマリトッツォのイメージをされる方も最近多いかなと思うんですけれども、イタリアの方々って朝からそういったマリトッツォのような結構ヘビーなものをいただく方も多いということで、グラニータもシェイクのような甘みのあるドリンクなんですけども、そういったものも朝からチャージしていただいて仕事に向かっていくという方も多いというふうに伺いました。そのグラニータを含めましてエスプレッソドリンク等に関しましては、ブラジル、ニカラグア、エルサルバドルの豆をブレンドしたビターな味わいのコーヒー豆を組み合わせているということでございますので、そのこだわりのコーヒー豆も注目でございます。そして先ほどから映していまして、もう一つの注目になっていますのが店内の専用オーブンで焼き上げるカヌレでございます。カヌレはフランスのボルドーの伝統菓子でございまして、お店のアイコンでもありますカヌレくんを表現した目玉がついた可愛らしい一品もあります。そんなカヌレは粉の種類やブレンドを変えて試作を繰り返しまして、風味や水分量まで計算した絶品でございますので、ぜひお土産等でも買っていただきたいです。で、この日はこちらのグラニータスモールサイズとクラシックカヌレをいただきました。セットにしますとクラシックカヌレは100円引きの250円でいただけるところもポイントになっています。あとはグラニータをいただく際にココナッツミルクベースとオーツミルクベースの2種類の味わいを楽しむことができるということでございます。こちらの店舗では日本人の胃に優しい植物性のミルクを採用している点も注目でございます。
続いてご紹介しますのはウッドベリーコーヒーの渋谷店でございます。新しいコーヒーの味覚体験をコンセプトに様々な角度からコーヒーを楽しめる本格派コーヒー店でございます。以前に昨年誕生しました学芸大学の店舗を以前にご紹介していますし、他には荻窪の店舗もご紹介していますので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしてほしいです。ウッドベリーコーヒーさんは世界各地から厳選した個性豊かな豆をアメリカ製の焙煎機と最先端の技術を駆使して極上の一杯へと姿を変えて提供してくれる、そんなお店でございます。こちらの渋谷店に関しましては、店内はもちろんのこと、テラス席を含めいろんな楽しみ方ができるのもポイントになっています。で、今映しています通り、コーヒー豆に関しましては、シングルオリジンを中心にたくさんのコーヒー豆が売られていますので、ご自宅用にコーヒーを飲みたいという方に関しましても、ご購入いただくことができるような、そんな店舗でございます。で、店舗としましては、カウンター席も用意されていますので、お一人様でもお気軽に楽しめるところもおすすめでございます。さらにコーヒーに詳しいバリスタさんが目の前にいますので、コーヒーを学びたいという方に関しましては、積極的にカウンター席を利用いただいて質問等をしていただくのもおすすめかなと思っています。で、注文に関しましては QR コードを読み取っていただきますモバイルオーダー形式になっていまして、手元からじっくりと眺めていただくことができますので、近代的なシステム導入もおすすめなポイントですね。で、非常にフードメニューが豊富でございまして、コーヒー店ではあるんですけども、例えばランチ等にもご活用できるような、そんなお店かなと思っています。で、以前からウッドベリーコーヒーご存知の方は、この渋谷店、バースタイルで体験された方もいるかと思うんですけども、今どうやら夜のバータイムはなくなってしまったということでございますので、今こちらの店舗を楽しみたい方に関しましては、朝8時半から19時までの営業になっている点はご注意いただきたいなと思います。ちょっと余計なお世話かもしれないんですけども、食べログの情報が24時までになっていましたので、その間違った情報をご覧になられて、訪れてみたけども、やってなかったっていうがっかりされる方もいるかと思いますので、この点だけご注意いただきたいなと思います。結構こちら渋谷からも歩きますので、そういったことがあると結構がっかりしちゃいますよね。この辺はなかなかネット社会の難しい部分かなと思ってます。で、今映しています通り、エッグベネディクトやアボカドトーストをはじめとしたフードメニューがとても充実していまして、もちろんパンケーキなどもいただくことができます。あとはアサイーボールなんかもありますので、朝食のタイミングで訪れていただいて、モーニングとして楽しむこともできるかなと思います。で、この日も実際にランチタイムに訪れましたので、セットドリンクもお得にいただくことができました。セットにしても200円なのはとても嬉しいポイントですよね。で、先ほど夜のバータイムなくなってしまったというふうに申し上げたんですけども、オーダーとしてはナチュラルワインやコーヒーカクテルなんかも楽しむことができますので、お昼からお酒を楽しむことができるという点は覚えておいていただいてもいいかなと思いました。そしてこの日いただきましたのは塩麹のグリルチキンとエッグベネディクト、そしてセットドリンクのコーヒーとアイスカフェラテでございます。で、今映していますのはインスタ映え抜群なエッグベネディクトでございまして、表参道にありますブレッドワークスさんのカンパーニュの上に有機ケールのソテーとポーチドエッグを乗せまして、ウッドベリー自家製のオランデーズソースをかけたこだわりの一品だということでございます。そして右手に映っていますのは大人気の塩麹グリルチキンでございまして、鳥取県の銘柄鶏であります大山鶏に塩麹をマリネしまして、オーブンでふっくらジューシーに、さらに鉄板で表面をカリッと焼き上げたとてもおすすめなメニューでございます。で、仕上げに自家製のレモンバターソースをかけていまして、そのレモンバターソースがですね、風味豊かでとても美味しかったので、値段は2000円ぐらいと結構するんですけども、ぜひとも味わってほしいようなそんなメニューでございます。で、なのでコーヒー店とは言ったものの、本当にランチ自体が美味しいので、そのランチ目的に訪れていただくというのもとてもお勧めできるようなそんなカフェでございます。またお米に関しましても、オーガニック製法の玄米と雑穀米を合わせたものを使用していますので、その辺もヘルシーにいただけるポイントかなと思いました。そして最後にご紹介していきますのはトランクホテルさんでございます。今回こちらのトランクホテルさんからトランクストアというところとトランクラウンジをご紹介していきますので、その前段として施設全体でありますトランクホテルさんのご紹介です。こちらはテイク&ギブニーズという会社の子会社であります株式会社トランクさんの野尻さんが代表を務める渋谷のブティックホテルでございまして、新しい社会貢献のスタイル、ソーシャライジングというコンセプトのもと、自分らしく無理せず等身大で社会的な目的を持って生活することの発信拠点として渋谷の街を盛り上げている拠点でございます。なので単なるホテルではなくてカルチャーの起点となる場所を目指しているということでございました。
また、こちらのトランクホテルさんでは結婚式場としても利用されていますので、後でご紹介しますトランクラウンジなんかで過ごしていますと、結婚式を終えた後の方々とか、これから結婚式を迎えるような方々が行き交っていまして、なんか幸せな雰囲気を感じることができるというのもおすすめなポイントかなと思います。あとはトランク串というところで、居酒屋ライクにトランクの串を楽しめる空間もありますので、おしゃれな空間なんだけれども、カジュアルに串を楽しめる、そんな空間もあるところがおすすめポイントでございます。さて、今さっきご紹介しましたトランクホテルさんの中から、こちらトランクストアのご紹介でございます。リサイクル&アップサイクルなプロダクト、オーガニック食品、そして地元発祥の商品など、ソーシャライジングなアイテムを開発・厳選して取り揃えたコンセプトショップでございます。先ほど申し上げましたソーシャライジングというコンセプトを実現するために、ショッピングを通じて身近に快適にを体験できる場所となっています。トランクホテルの掲げるコンセプトであります等身大の社会貢献がソーシャライジングというふうに申し上げたんですけども、そのソーシャライジングを体験する5つのカテゴリーに分けて商品をラインナップしています。5つのカテゴリーとは、環境、ローカルファースト、多様性、健康、そして文化でございます。店内を見渡してみますと、現代の日本人の生活に欠かせない存在でありますコンビニエンスストアのスタイルを踏襲しつつ、コンビニの枠にとどまらない表現が感じられるような空間になっていました。いずれの商品のパッケージもとてもおしゃれでございますし、素材にも結構こだわっていますので、健康志向の高い方、おしゃれ意識の高い方なんかは満足できるようなアイテムがたくさん詰まっているかなと思います。また店内にはそういった思いを象徴するように、大量生産や大量廃棄社会へのアンチテーゼを込めて、小ロット少量生産のプロダクトにスポットを当てつつ、そういった作り手の思いを大事にするような工夫を感じられるような、そんな空間になっていました。このトランクさんのオリジナルパッケージが添えられているだけでも、なんとなくおしゃれさを感じられるような、そんなプロダクトに溢れている空間でございました。なのでトランクホテルさん自体がトランク串とかトランクキッチンさんという飲食店を兼ね備えているんですけども、そちらで食事をされた後にお土産として買っていただくのに特におすすめな空間なのかなと感じました。営業時間は朝の8時から夜の8時までやってますので、例えば渋谷駅の周辺で用事がある際にちょっと手土産買い忘れちゃったなという方に関しましては、こちらでサクッと買っていただいて手土産に持っていくというのも、実はおすすめなのかなというふうにも感じています。こちらがトランクストアの外にある空間になっていまして、特に春や秋の季節なんかにはおすすめな空間かなと思っています。またトランクホテルさんで挙げられる結婚式に招待される方もいるかと思うんですけども、そういった場合にも後でご紹介するトランクラウンジで待つこともおすすめですし、もしスーツやドレスで暑すぎたり寒すぎたりしなければ、こちらの空間でトランクストアで買ったものを購入されてゆっくりくつろぐというのもおすすめの選択肢になるかなと思っています。そしてこの日いただきましたのは、唐揚げとクロワッサンとパンオショコラと、あとはミルクコーヒーの M サイズでございます。ラインナップを見るとコンビニらしい感じを感じることができるかと思うんですけども、唐揚げはヤンニョムチキンらしいような味付けがされていましたので、そこも個人的にはおすすめかなと感じました。そして最後にご紹介しますのはトランクラウンジさんでございます。こちらはトランクホテルを象徴する場所でございまして、渋谷の街や人に開放されたコミュニティスペースとしてクリエイターを中心に人気な隠れ家空間になっています。宿泊や近隣からのお客様はもちろん、ここを拠点として打ち合わせや作業を行うノマドワーカーやクリエイターの方々が集結しております。また先ほどから申し上げています通り、トランクホテル自体フラワーアレンジメントや映像制作などハイレベルな演出を手掛ける結婚式場としても有名でございますので、自然とプロのクリエイターが集まるのだと感じることができました。日々のイベントやワークショップ、展示会の開催もありますので、そういった催しも集まりのきっかけになっているのかもしれません。また結婚式場としての待合にも使われる場所でございますので、比較的席の数も多いですし、Wi-Fi や電源も完備していますので、作業カフェとして個人利用もお勧めできるような空間でございます。仕事、プライベート関係なく、このラウンジに行けば誰かと出会える、いつでも仲間がいる、そんなコンセプトのもと、利用する人々のサードプレイスになりたいという思いが込められています。こだわりは細部にも込められていまして、家具や音楽、
多種多様なドリンクメニューなど見どころたくさんでございますので、ぜひお気に入りの空間、そしてお気に入りのドリンクを皆さんの方で見つけていただきたいなと思えるような、そんな空間でございました。以上、今回は渋谷からおすすめカフェを8選ご紹介させていただきました。冒頭でもご紹介させていただきました通り、若者の街からだいぶ変化して大人の街へとなってきたのがこちらの渋谷かなと思っています。途中でご紹介しましたシーケンスさんですとか、最後にご紹介しましたトランクホテルさんなんかもご紹介しましたので、東京以外にお住まいの方々が渋谷を宿泊地に選ぶことも選択肢になるのかなと感じることができました。また途中でご紹介しましたステファニーさんですとか、パンとエスプレッソとさんですとか、ウッドベリーさん、そしてトランクストアさんなんかはお土産用にもおすすめできるようなアイテムをたくさん備えていますので、そういった選択肢にもなるかなと感じられました。もちろん東京にお住まいの方々も渋谷自体はとてもアクセスがいいかなと思いますので、今回ご覧いただいた情報を参考にしていただきつつ、ご自身のオアシスを探してみてほしいです。以上ミッキーでした。ありがとうございました。